はい、皆さんこんにちは。本日も動画ご覧いただきありがとうございます。キーボードは文房具山カフェです。今日はですね、こちらオーキーズさんからフルメタルキーキャップセットをレビュー用に送っていただきました。ありがとうございます。ということで早速開けていきましょう。というかもう僕は一回開けてるんで中身は知ってるんですけども、これはキーキャップなんですが、その名の通りフルメタルキーキャップセットということで、うわ重たいんだよ。はい、こちらになります。でこれはですね、今クラファンで募集中なんですけども、キーキャップの種類としては2種類あって、今回僕がレビューするこのねチタンブラックと、それからもう1個ねサテンゴールドっていう2種類があります。はい、これねもうサテンゴールドの方も金ピカピンっていう感じですね。もう綺麗に輝いてるって感じじゃないでしょうか。はい、こちらですね、これの素材がキュプロニッケルという硬貨なんかに使われているものをリサイクルして作っているということです。でそれに、ブラックチタンだったり金だったりというねメッキ加工をしているということですね。でこのキュプロニッケルというのはですね、塩水に強いというね、腐食に非常に強いという特徴がございます。で金メッキの場合は酸化しにくいとかね、錆に強いというものがあったり、チタンの場合だと、強度がすごく高くて錆に非常に強いという感じでございます。というかそれはそうなんだけど、このなんか素材感っていうの、すごいよ。すごいです。ちょっと音聞いてみましょうか。で今これがスペースキーで、こっちがシフトキーか。鳴らすよ。以前に磁気製のキーキャップをやった時も思ったんですけど、もうこれキーキャップの音じゃないですよね。でちょっと簡単にまず説明しておくと、レイアウトはですね、暗視配列もしくは ISO 配列両方に適合する、資料上は115キーというふうに言われていますね。でこちらは見たら分かる通り、キーキャップに刻印があるものなので、実際にはね刻印ありとなしという2種類あるんですよね。なので実際問題としては、チタンブラックの刻印ありなしとサテンゴールドの刻印ありなしの4種類があるという感じですかね。でスペースキーはこれね 6.25U のものが1本ついてきます。で実際問題としては、僕のこれ今キークロン Q9 プラスですが、スペースバーがねこういうふうに分割されていて短い場合もあるんですよね。でこういったものを使いたい場合は、刻印なしの方を購入してもらって対応するというのがいいんじゃないでしょうか。この輝きわかります？とんでもないですよね。とんでもないんだけど、実は重さも結構とんでもないことになっているんですよね。でちょっとここに今、よく僕が使っているこれニューフィーね、ニューフィーハロー65のものを出してきました。でちょっと重さチェックという感じでやってみようかと思います。これはですね、ニューフィーについてきている、スペースバーです。シリコンが貼ってないねやつ、普通のバージョンですね。これを乗っけてみよう。普通のスペースキーは 10.4g です。いいですか？ 10.4g ですよ。はい。で今回のこのチタンブラックのスペースバーは何グラムかというと 30.5。30.5 だって3倍ですね。3倍です。とんでもねえなおい。とんでもない。じゃあせっかくなんで違うキーもいこうか。はい。じゃあ次にこの M キーですね。普通の M キーを言ってみましょう。1g。1.1g ですね。で今回のこのチタンブラックの場合だと5.8？ 5 倍かいやすごいね。もう全然重さが違うということで、
打鍵感とかがすごく気になってくると思います。で、そうね。で、形状をお知らせしておくと、これはですね、普通の OEM プロファイルのものなので、チェリー MX 互換のものには基本的に刺さるという感じですかね。はい、ということで、ざっくりね、概要はこんな感じです。ちょっといくつかのキーボードに設置して打鍵感と打鍵音について確認していきたいと思います。はい、それではですね、最初はこれですね。こちら。Sidu V65 のカスタム、キーキャップをすでに変えているやつです。僕の大好きなね、バガンハンマーラウンド2の結構可愛いめのキーキャップに変えてるんですね。で、軸はマットリニアだったかなっていうもの、もともとついてるやつですね。で、これもめちゃくちゃ音いいんですけど、ちょっと最初に聞いてみましょうか。さあ、できた。それではですね、ちょっと打鍵してみましょう。はい、続きまして、こちら、キークロン Q1 Pro ですね。カスタマイズしまくっているものでございます。スイッチはゲートロンオイルキングに変更していて、キーキャップはキークロンの OSA プロファイルに変更してあります。もともとは KSA プロファイルですね。そしてプレートもちょっとごめん、種類は忘れましたが変えているので、通常キークロン Q1 Pro とはもともと音が違うということでお聞きください。はい、ということで、これをね、変えていこうと思います。よー。スペースバーが沈んじゃうので、ちょっと重いスイッチに変えていこうと思います。これはパンダスイッチかな。
はい、ということでいかがでしたでしょうか。音めちゃくちゃ変わりますよね。音めちゃくちゃ変わる。打鍵感はどうなるかっていうと、これね、キーキャップが重くなってめちゃくちゃ重くなってる。この打鍵感はどうなってるかっていうと、キーキャップが、これはチタンのコーティングなので、めちゃくちゃこれサラサラしてるんですよね。なので、僕はですね、前も言ったかもしれないですけど、キーボードを打つときに、このキーキャップの上を指の腹でこうサワサワこう移動しながら打つってことをするんですけど、そういうことをしてても、引っかかったりすることなくね、気持ちよく打鍵することができると思います。キーキャップが重くなっているので、その分、キーキャップの戻り、跳ね返りも、若干緩くなるんで、緩くなるっていうか、遅くなるっていうのかな。それがすごくいいと思う人と、そうじゃないって思う人もいるかもしれない。僕は使っているキーキャップでいうと、とても気持ちいいなという感じはしております。それからですね、何点かいくつかちょっと注意もあるのでシェアしておこうと思います。まず1個ね、キークロン Q1 Pro もそうだし、それから Sidu の V65V2 もそうだったんですけど、このスペースバーね、スペースバー問題はやっぱりあります。何かというと、スペースバーめちゃくちゃ重たいので、押した時に戻ってきにくくなる、もしくは、押す時にめちゃくちゃ簡単に沈んじゃうので、打鍵のね、このタッチポイントがもう触っただけですぐ入力しちゃうので、ちょっとね重いスイッチに変える必要があるかなということです。これはね、こういった類のキーキャップには必ず発生することかなということなので、もしねスイッチ持ってない重いスイッチ持ってない人はちょっと用意しておいた方がいいかなと思いました。それから、これはめ込む時にここね、このこういったところではめていくんですけども、付属している器具で調整ができます。これですね、これも付属しているこれキーキャップ外し器なんですが、この先端が見えるかな、先端がですね、ちょうどさっきのここにぴったんこはまるようになってるんですよ。でここで若干押し広げたりとかして調整をしてはめ込んでいくということが必要になります。でもしね広げすぎちゃったっていう場合は、こういった普通のペンチでググッとここを狭めればいいと、そういう感じですかね。この辺は、金属なので縮めたりね緩めたりとかっていうことは、しやすいと思います。そして次ね、これです。みんな大好きエンターキー。これは ISO 配列用のキーキャップなんですよね。これがついているからワンチャン日本語配列いけるかなって思ったんですが、僕が持っている日本語配列は今これキークロン Q1MAX なんですけど、キーキャップ変えられるじゃんと思ったんですけど、このスペースバー問題がやっぱりつきまとっていて、標準でついてくる付属のスペースバーが 6.25U なんですよね。でこれは全然短いので、ここの調整がちょっと難しいかなと思いました。いわゆるですね、これは、ボルテックスのモデル M、これまだちょっとレビューしてないですけど、これの場合は、僕これ ISO 配列なんですけど、ISO 配列なので、ここのスペースバーは、これ 6.25U なんですよね。なので、ISO 配列の場合のこのエンターキーは、もちろんこれで、だいたい交換が可能だよねと、そういう感じになっていますので、日本語配列で使いたい場合は、ちょっとスペースバーをどうにかしないといけないのかなという気はしています。はい、ということで今回はオーキーズのフルメタルキーキャップセットのご紹介でした。今これですね、幕開けで募集してるんですよね。で実は、僕はもうレビューしているこのチタンブラックの、25% セットとかも完売しちゃってて、なかなかの人気っぷりです。やっぱりね、音激変するからね、キーキャップを変えるっていうのは、ぶっちゃけちゃうともうキーボード変わったぐらいの感覚になる時もあって、今回まさに打鍵感と音が激変するので、今まで使っていたキーボードからおーみたいな感じで生まれ変わるんじゃないかと思います。
金額がですね、25% オフで、チタンブラックの時が37,350円で、サテンゴールドが52,350円。結構なお値段はすると思いますが、やっぱり打鍵感と音が激変するので、キーボードこだわっていきたい、お気に入りの1台があるよっていう人は、ぜひね、こういったキーキャップも追い求めていくと、なかなかに深い沼がそこに待っているかと思います。詳細はですね、概要欄にリンク貼っておきますんで、幕開けちょっと見て、チェックしてみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。